こんにちは。F ラボズです。はい、この価格なんですけれども、身体操作第6弾。はい、ということなんですけれども、先生、今日は何をしましょうか。ちょっと股関節と、できたら肩関節まで、とりあえず股関節をちょっとやってみようかな。はい。前にやった股関節、内旋をやって、で、その表現が適当かどうかちょっとひとまず置いて、股関節に乗るとか股関節使いましょうって言ったときに、その股関節がやっぱよくわからない、感じられないっていう方がいらっしゃるので、そういう時に時々ちょっとやってたんですけどね。では、みんなでやってみたいと思います。よろしくお願いします。いいですかね。はい。足持ち上げてもらって、これを下ろしましょうってやつですね。これ反対にこの状態で、これ力ずくっちがもたれかかってもこの足下ろせないんですよね。なのでこっちですね。ここによいしょって乗った瞬間にこの足が使えるようになるっていう。ジャブの顔ですからね。これを息が詰まるだけで何も起きないんです。ここですね。ここをよいしょってね。ここにこう乗れるというか、片足立ちになった時にここの使い方。なんかこっち側に乗ると体重がこっちに移ってこっちが軽くなりそうな気がするんですけど。でもなぜか逆なんですね。これだとこの状態で今私体が傾く、だから上半身の問題も多分あるんだと思うんですけど、この状態でこうやって結局力今実は一番負担をきてるんです。この臀部なんですね。ここで力がどこかに行って逃げてしまってね、軽いですよね。なのでこっちに逃げている、こっちに逃げちゃう、私だってここに臀部に一番力が逃げてる感じがするんで、そこをちょっとここに収めるとこの足が使いやすくなる。軸を立てるってやつ、それがもっと別に軸を立てることになるかと思います。外から声をかけてくれた。ちょっとやってみましょうか。こうして、これだともたれかかってる。そうそう。もたれかかってるので、ここに入れる。今聞かれました。多分今来た瞬間にでもこっちの足グッとやっちゃったでしょ。そこに乗っかった感覚をちょっと味わっていただいて。このまま。なんか色気出してこう踏もうとするとダメなんですね。がぜんまた軽くなるんで。このまますると下ろせばいい。私蹴り専門じゃないからですけど、年原さんだったらそれで蹴りの動作に変えられれば。なるほど。私も蹴り取る準備しては。一回ちょっとこれで蹴りこなして。そうですね。本当はこうしたいってことですよね。だときついので、ここに乗ってそのままの感じです。どなたか。お願いします。お願いします。で、よいしょ。このまま踏み込んでもらっても全然全く動きませんね。押し今一回乗ったけど、さっきと一緒。やっぱ乗った瞬間にやっちゃおうとすると戻っていくんで。ただそこに乗るだけです。蹴り専門得意だから、この情報に伝わって適当に足振ってみて、触れないよね。この状態では上半身だけが動いちゃいます。悪くはないですよ。悪くはないけど、これは体の重さがない。乗せる。なんかしようとするとダメです。股関節。
ちょっと一回思いっきり力つけて前からガッとやってみる多分お尻の方に力逃げていってるここに逃げるそこに逃げていってますよねだから股関節がなんかこう綺麗に前にかかってないというか今そこに逃げていった力をきれいにここにこの状態で要するにこれがさっきと一緒こっちに抜けてる状態力がちょっとしてこれでそう力が肩にいった力がぶつかって今足が緊張して押せば押すほどこっちが浮いてここが曲がってきてるんでこいつがこういうふうに力が逃げないようにここにちゃんとすぐ入りましょう。これがダメなやつ。川端さんには遊びです。これは遊びです。内田さんもいくらか遊びましょう。この状態で、で今肩にぶつかって、こっちの踏ん張りになって、で今息がこういう中ねじれてるので、こっちが浮いちゃってるからここにちゃんとスッと入って。これで大丈夫。今これでこっち側肩を整えてください。もう今これだけです。これだけでここに立つ。こちらを持つんです。ここを入れます。いや、そしたら向こうに逃げてほしい。逃げます。ここ、今入りかけてるのなんだけど、多分余計なことしましたね。それを押しが入ってる。そっち違う。ちょっとこっち側に。この状態で、これが丸いじゃないですか。どうしても押し付けたり引いたり、こうねじれたりするんですね。この状態で、これが回転すれば、これが、要するに手首とか股関節、特に股関節と肩関節は旧関節なんで、これができるんだけど、こういう運動、こうねじれるんじゃなくて、これがちゃんとこうなると力がこう流れていく。ここがちゃんと自分のこの股関節にあって、股関節がこういう黒いけど、こうではなくて、ここが回転しますよ。結局手首でもその運動を一生懸命やってるわけですけども。今、そのままここへ入れましょう。そう、そのまま。とりあえず。はい、ということでやってきましたけれども、川本さんのことでした。感想。私、足下げるのはあんまりやってもらったんですけど、あっちがすごく難しかったです。逆に脇構えの方は以前少しやったことがあるので、ちょっとしばらくサボって関係なかったんですけど、思い出しながらっていう感じで、あんまりうまくいかなかったかな。そういう武器の稽古の中にもああいう動きが入って、脇構えでしたね。そうですね。これをまた具体的に何かどこで応用するかっていうところもあるかと思うんですけれども。まだじゃあそれは今度やりましょう。ということで、いろいろいろんなところで多分応用出てくるんじゃないかなと思いますので、またおいおい動画にできればなというふうに思います。はい、ということで、久々に F ラボスでしたけれども、またシリーズ続けていきたいと思います。この動画が良かったら、いいねボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。